めっちゃアメリカになるんですね。単純な食べ物かもしれないですけど、パンにこの肉を挟んでっていう食べてる人みんなハッピーになるというかほんまにそうやで、みんな料理のこと大好きやで。やりがいというか、まあ幸せですね。いらっしゃいませ。おはようございます。取っちゃうんですね。11時から、3時で一旦切って5時から9時ですね。ちっちゃい時から金曜ロードショーがそのおじいちゃんとブルース・ブラザーズっていう映画なんですけど、一緒に見てブルースの音楽であったりとか影響を受けてというか、ヨーロッパっぽいさもあるしアメリカンさもあるしっていう。あ、せやバンダナいるっすね。US ビーフの肩っすね。肩ロースの部分ですね。日本でも A4、A5 とかランクあるじゃないですか。 US でもプレミアムでチョイス、セレクトってあるんですけど、これはチョイスですね。真ん中のランクというか、ランクが上に行けば行くほどその上品な脂というかジューシーというか、僕らとこのバーガーではチョイスがええなっていう。ちょっと油のもう取り除いてほとんど赤身にしていくっていうか、残すとこは残すんですけど、ロースでもこう分かれてるんで、こう裂いていってこれを取り除いていくっていう、まあ掃除って言われてるやつですね。今日ちょっとまだちっちゃい方っていうか、僕らはこういうのはできるだけ取っていくっていう、さっぱりっていうかあっさり食べれる感じですね。その胃もたれしないっていうか、パティがもう肉って感じのが僕は好きっすね。まだまだ修行中なんで、今まではそのアパレルであったりとか、まあ、それこそ居酒屋も働いたことありますし、プラプラしてたというか、まあ、ほんま転々としてたんですよ。何がやりたいやろってなったら、やっぱりありがとうとか感謝されたりとか、こっちがやってそれってすごい幸せなことだなっていうのが、まあ、僕はバーガー好きで、単純な食べ物かもしれないですけど、パンにこの肉を挟んでっていう、食べてる人みんなハッピーになるというか、だから僕もそういうのしたいなっていうか、まあ、めちゃめちゃ単純な理由ですね。今飼ってる、ね、ベンガルっていう猫飼ってるんですけど、ドーベルマンとこう飼ってる犬ですね。ドーベルマン2匹飼ってて、こっちは家族で埋めたいなって感じですね。もうたまらんっすね、動物。持った方が食べた時にこうシャキッとするように、どこ食べても同じ味っていうか同じ食感にしたくて折ってるっすね。あとは見た目めっちゃ綺麗っすね。え、嬉しい。めっちゃ入ってます。チップでまあ接客が良かった。まあ
良かったりとかまあ、気持ちいい美味しかったよとかそういうお釣りとかをこう入れてくれるんですけど、今までずっと断ってたんですけど、外国人もよく来てるっていうのでよくチップって言われるんで、もうおこかで置いて、もうこれはもう僕らの仲間で飯行こうかっていう感じの。いやでもめっちゃ入ったっすよ、びっくりした。500円玉もいっぱい入ってるんですよ結構。あお願いします。カリビアン自分もそれで。カリビアン2ベーコンチーズバーガー。ベーコンチーズアイダホ。アイダホ。おいっす。 OK です。ベーコンチーズバーガー、アイダホバーガーでカリビアンバーガー、カリビアンバーガーです。僕もベーコンチーズがいいです。ベーコンチーズ、はい。おいっす。アイスコーヒー、おいどうぞ。
アボカド野菜やし野菜が入ってるっすね。フルーツらしいですアボカドえ、アボカド？はいあれ野菜じゃない野菜ちゃうんや。そう美味しいそうなんか面白座学で、あアボカドはフルーツ。さすがちょっとえ、知ってたし。嘘。ポテトドリンクセットでうちは。アボカドチーズバーガー、ベーコンチーズバーガー。フライドしますわベーコンチーズバーガー。おっす。包み紙ちょっと待ってください。もうあとはもう顔面汚しながら食べてほしい。でしょ。嬉しい。これがハンドチョップのパティです。最高でしょ。よかった。ベーコンカリカリで。カリカリやんこれ。肉もジューシーでちょっと荒々しさもあってうまいですよ男って感じどうしよう。俺絶対頑張りで。まあそうやねめっちゃ言うやん。トマトのなみずみずしい感じが美味しかったです肉々しい感じでハンバーグよりはステーキに近い感じの大きいボロッとしたお肉が入ってるんでもう食べ応えはめちゃくちゃあるかなよく来ます、まあ、マスターはアナなんでねあんな言い方悪いまたイケメンでイケメンでおおはいはいはい。イケメンでフレンドリーで。ああはい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 。言わしてみながら会話の投げ方雑ごちそうですすずさんです。おいしい。まだまだ。はい。気づけて。はいっす。ありがとうございます。いいかもじゃん。お疲れ。やっぱ一緒に行動して一緒にご飯食べて絶対家族と僕がそう思うんで絶対この店でもそうしたいなと思ってアレルギーが持ってる方とかそのワンちゃん同士のトラブルとかあったらお断りするケースがあるんですけどアボカドチーズバーガーねうん、そう。お願いします。かぼちゃお待たせアボカドチーズバーガーでやめて。やめてありがとう。はい食べて食べてなんかタバコとかそうコーラでうわ置いてる散歩途中に美味しいコーヒー飲めて、犬と一緒におれて、
犬飼ってる人嬉しい店やと思うんですけどね。食べる？えらいな、でもくーちゃんパクって食べへんから。やばい、かわちゃん。仕込みし直して夜の営業の方にやっていきます。お疲れさん。大変だった。嫁のアレクサンドラです。アレクサンドラです。よろしくお願いします。仕事別にしてるんですけど、それ終わってからちょっとこうやって夜は手伝ってもらったりとかですね。めっちゃアメリカになるんですね。オッケー。これがめっちゃ曲がりやすいじゃないですか、これって。あ、来て来て。よいしょ。乾杯。乾杯。よく来てくれる友達です。From Australia. I'm from Ukraine. オランダですので、オーストラリア、ウクライナとオランダです。めちゃめちゃ大阪です。シカゴバーガー。シカゴバーガー。Okay, what is this inside? ベーコン、ハラペーニョ、バーベキューソース、マスタード。Yeah, sounds good. Sounds good. Okay, I got it. I'm like, no, I don't want either. Yeah. あ、やりすぎ。自然に。ありがとうございます。は You get all the avocado in one bite. い。まだパティ行ってない。This city was great. You know, tasty. Very tasty. No one will blame you. The burgers from here are probably some of the best we can get in Japan. You had Yeah. someone from top. Yeah. Yay. トップやって。ああ、 Yeah. I really like it. 当たり前や。ナンバーワン。 Yeah. オーストラリアのナンバーワン。 It's pretty good. It's very ほ good. んまかよ。もう自慢。ほんまに。そうやで。ほんいつもま。なんか仕事でいつもなんかそのカメラとか見ても頑張ってんあーなすごいなとかいつも思ってるもん。あ、ほんま。そうやで。ありがとうございます。でいつもみんななんかりょうやどうりょうやどうってめっちゃ聞かれんねん。あ、ほんま。そうやで。嬉しい Everyone な。 always asks me, how's he? それは嬉しいですね。みんなりょうやのこと大好きやで。嬉しいです。それが自慢。ありがとうございます。照れくさくでも喋れないですね。やりがいというか、まあ幸せですね。はい。毎日嬉しいって感じですね。楽しいし嬉しいし、もう幸せです。撮ってんな。なんかりょうやの立ち方可愛いねな。いやもうええって。もうええって。そんな感じです。肉しいです。Smoky, yummy, yummy, yummy.
張って感じがします。 So I want a good blend of both, a good experience and a great burger. I know it's a bit of like kind of gimmick. I'm American making a burger in Japan. I understand that, but I also embrace that. I don't think I'm better than anybody else. I try to maintain this humble lifestyle as Japanese do, but try to bring an American feeling. So they feel like even their lunch break, 30 minutes, they got to go to California. Time to open up. Text Panya-san. Tell him I come now to get the buns. I have a note. My brick guy I met through the French Yatai Remy-san owner. I met just on accident one night, and he turned me onto it. Said one of the best bakers I think in Fukuoka. Makes a really good French baguette and chocopans. The Meishi is a panya-san, eh? So panya pan no pikabu and ofuku daimyo. Yo, hi guys. Kinky, you good? Good. なんかザ・アメリカ人っていう感じはします。比較する対象はないんですけど、うちがどうしても僕とパーツさんだけなので配達するルートはないので、ジムさんのバンズを作るにあたって、条件として配達できないっていうところで、その代わりオリジナルを必ず作る、で門外不出にする、うちでもお店では使ってないレシピなので、その代わりだからクオリティとか自分のためだけに作った。 Many shops here do the delivery and takeout delivery and all those food delivery, and I don't do it. I don't think I ever will, because I don't think if the customer's first experience, first time taste my burger is 20 minutes late and old because of food delivery, then it's not good experience and they don't return. I watch Japanese. You know, she followed me for 20 years. So I'll follow her when she wants. She said, I want to go home. I said, okay, let's do this. So sold everything. Right? I just opened it for fun. Since I didn't speak the language, I had to do most of all of the design and stuff on my own. And I just took stuff I brought from home and made the shop. So fire is starting now and about ready to put the bacon. It's butabara, and then I put the salt, pepper, maple. Yeah, this is my original homemade bacon. It's properly cured for anywhere from 7 to 14 days, depending on the bacon. The bacon tells me when it's ready, and when it's ready, it goes out on my smoker outside and smoked for about 5 hours with sakura. So it makes it a good, smoky, good flavor. Wait to cool down, and then it's a long process, but it's worth it. It's the best.
This is the meat for today. This is all 100% Angus beef, imported from America. And I cut it every day and grind it fresh every day. Mine is a chuck brisket mix. So it's my own blend. I have no restaurant experience and no business experience, and I don't speak Japanese. So I did what I know how to do, and that was stand downstairs in front of the shop. So I stand out there for a long time, every day, rainy day, hot day, cold day, with umbrella, menu, and shop card. And with no Japanese, I just say, come on, come on, come on. Oishii baga I make. And then I learned words like tezukuri and homono and jikase. So that's how it started. When he came to me, I was impressed that he had enough fortitude to come forward and ask me for an actual job. So that was a good point for me right off the bat. And so far, so good. He really works out, and we have a really good relationship now, and works together well. Hard worker, good guy. 最初あそこで僕がご飯食べに来た後に働かせてくれませんかみたいな風に言ったんですけど、その時は結構緊張した感じでしたけど、まあ一緒に働いてるといろんなお客さんとかと多分コミュニケーションするのが好きで、そこがやっぱ日本とフレンドリーさが違うなってとこはある。Hello. Ego karimasu. You speak English? Little bit. Chotto bit. Little bit. Okay. Nihongo, okay? Yeah. Yatta, arigato ne. Alright, so ne, baga wa single, double. 飲み物ピリ辛い甘いもういつもそのマップ Google マップ見て写真見て、口コミも見るんですけど、一番はこう写真見て美味しそうと思ったらちょっと買って。Yes, smoking, yummy, yum, yum, smoked bacon. Yeah. So you want to? They wanted me like Oshibori. Smell it? Bacon, bacon, bacon. So many people coming. Yeah, so good. 肉しいです。ああ、誤解だ。You take pictures? Okay. Alright, see you tomorrow. Matashita.
私が前1回来たことあって美味しかったので、もう1回来ました。連れてきました。Sumoは日本人。My wife too. So happy wife, happy life. Yeah, listen. Remember, happy wife, happy life. めっちゃうまいっす。めっちゃうまいっす。And I'm homemade. I do events, yeah. I do barbecue and just home style food events, Sunday nights sometimes. But if I'm doing like a public food event, I will announce it on Instagram. And then it's usually reservations. Because every time sold out. I do Thanksgiving, Christmas dinner, buffet style. And those are I do 4 or 5 a year, and those are always sold out.お肉がすごいジューシーで、ベーコンもカリカリして美味しかったです。なんかお客さんが来てから一つ一つ丁寧に作られているのがやっぱり美味しさの秘訣ですね。広島に初めて食べに来ました。なんか本場って感じがします。As far as my Japanese customers, I'm really appreciative that they've embraced me and take the time to come and try it and give me honest opinions. And so far, everybody that I've met in Japan has been really, really nice, real comforting and honest. もう美味しかったんで、はい、その日のうちに2回目行って、ね、今日3回目ですね。絶対美味しいんで来てみた方がいいと思います。結構アメリカ味だから多分富国の中で一番美味しいと思います。ビーフもなんか自分で作るし、ベーコンもめっちゃ美味しい。There you go. So I'm about the experience and also about the food. So I want a good blend of both, a good experience and a great burger. お店を閉めざるを得ない状況ですね。めちゃくちゃ重いです。ここはもう間違いなく自信はあるので、本当一度食べてもらいたいです。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。そしたら今からちょっと買い出しに豊島の方に買い物に行きます。4、50分かかりますかね。はい。糸さいさいというところで結構糸島のその新鮮な野菜がたくさん品揃えも良くてですね、そこがすごい気に入ってて仕入れに行く感じですね。美味しい味っていうのももちろん大事だと思うんですけども、食べて体がすごく元気になったり喜んでくれるっていうのはすごく大事だと思うので、やっぱり栄養も意識して作ってますね。9時からオープンですね。もういつも大人気で人がいっぱいですね。はい。まあでも平日で100人ぐらいは全然並んでると思いますけどね。
いっぱいですねめちゃくちゃ重いです20種類ぐらい買ったんですかね。今月のハンバーガーが菜の花のバーガーなんで、こう菜の花がすごくいい感じで綺麗なのがあったので、これで美味しいソースを作ります。でここのケールは葉っぱがそう食べ応えもあって、色も濃くて味も濃いので栄養価も高くてすごく美味しいケールなので、ここのはいつも気に入って使ってます。うちはナイスはですね、全部植物性の食材だけで作ってるメニューでして、例えば牛乳とか卵とかですね、そういった動物性のものは一切使わないで、野菜とか、牛乳の代わりに豆乳とかですね。海外に遊びに行った時に初めてそういった植物性だけのメニューでやってるお店ですね。それがめちゃくちゃ美味しくて、植物性だけでこんな美味しいご飯作れるんだっていうのにすごく驚いたのがまずきっかけですね。ポートランドの大好きなお店はキャンティーンっていうお店で、今はもう閉店してしまったんですけども、ポートランドで2回行ったんですけど、2回行ってでオーナーさんにもちょっとお願いしていろいろお話を聞かせてもらったりして、自分も日本でこんなお店やりたいですっていうのをすごく気持ちを伝えて、そしたらいろいろちょっと時間を作ってくれて、いろいろ話を聞かせてもらうことができて、すごく影響を受けたお店ですね。お客さんがあまり来ない日が続いたりすると、植物性だけじゃお店をやるのは難しいのかなとか、すごい不安になることはたくさんありましたね。モチベーションキープできたのは、やっぱりお客さんの声っていうのが一番大きいですね。これ植物性なのってすごい驚いてくれて、美味しかったって言ってくれて、今までビーガンとかベジタリアンのご飯っていうのとイメージがガラッと変わったって何回も来てくれるお客さんとかがいると、めちゃくちゃ嬉しくて、やってたこと間違ってないんだっていう、すごくそれが支えになりましたね。ちょっと今日の仕込みをやっていこうかなと思うんで、今からパティを作るんですけども、ひよこ豆をベースにしていて、栄養もなんですけども食べ応えもしっかり出るようにこだわって作ってます。パティはハンバーグのことですね。やっぱり玄米の方が栄養価も高いですし、あとはこの食感が程よくてパティのいいアクセントになりますね。やべえ、熱くなってきた熱くなってくるみを加えることによってコクと食感をプラスしています。これがビーツですね。栄養価の高い野菜で有名ですね。大豆ミートでハンバーグ作ってることって多いと思うんですけども、うちのこだわりはひよこ豆をベースにして完全にオリジナルでお店の味を作ってることですね。ペースト状にした10種類の香辛料をこれから合わせていきます。やっとハンバーグっぽくなってくるここまでの道のりが、お肉だったらね、もうお肉ひき肉買ってきたらもうこの状態なんで、やっとここまで来たなって感じです。これが結構疲れるんですよね。昔からお店やりたいって言ってたんで、奥さんが早くやればいいのにぐらいの感じだったんで、だから反対とかは全くなくて、すごく
協力的でしたね。奥さんが働いて別の仕事してるんでやっていけてるって感じですね。はい、2人でやってたらやっぱりかなりリスクがあるので。でバーガーに使うマヨネーズを作りますね。豆乳マヨネーズを作っていきます。これまずはオイルですね。これは白ワインビネガーですね。うちはこの白ワインビネガーがちょっと甘みもあって美味しいのでこれを使ってます。酸味が入って美味しいですね。で次にこれはきび砂糖ですね。手作りケチャップの準備もしていきますね。これは新玉ですね。すごく甘みが強いのでケチャップを作った時により甘みのある美味しいケチャップになりますね。これは鷹の爪と唐辛子ですねとローリエですね。葉っぱでよく煮込みでカレーとか作る時でもいろんな煮込み料理によく使う葉っぱですね。フードプロセッサーで細かくしていきます。手作りでやりたくて、手作りでやったら絶対美味しくなるとは限らないと思うんですけど、うちでしか味わえない味になるので、ナイスでしか食べれない味を作りたくてできるだけ手作りにしてます。これはオーガニックの、シロップですね。赤ワインビネガーですね。甘みも感じられて風味のいいビネガーなのでこれを使って酸味を加えていきます。トマトの甘みも引き立ってケチャップの味わいが深くなりますね。トマトソースにシナモン入れるとよりすごく美味しくなるので、ケチャップ完成するまでに20回ぐらいは、試行錯誤したと思いますね。完成です。明太クリームソースを今から作ります。明太子なので海の風味を加えるために昆布でお出汁を取っていきます。今度これがアマランサスっていう穀物なんですけど、アマランサスは茹でることによって水分を含んで明太子のようなプチプチとした食感になります。これは豆板醤や醤油を合わせたものなんですけども、これで明太子の辛みや旨みを再現しています。あえて別に似せなくてもいいかなとかも思うんで、お肉とかそういう魚とか使わなくても同じ味にしなくても美味しいものがいっぱいあると思うんで、でもたまにこういったちょっと遊び心というか、それに似せてどうやって作れるかなっていうのはすごい面白いですね。豆乳クリームチーズと合わせることでパンとの相性のいい明太クリームソースにしています。
植物性の明太クリームなんですけど、やっぱり福岡の名物をいろんな方に食べてもらいたいなというのがあって、外国人の方でベジタリアンの方で福岡の名物が、もつ鍋だったり、そうですね、豚骨ラーメンとかなかなか食べれるものがないので、それをどうにか植物性でできないかなって考えてできたのがこの明太クリームです。魚卵アレルギーだったりそういった方も食べれるので、結構アレルギーの方もお店に来てくださいますね。今月のハンバーガー、菜の花ソースを作ります。旬の季節を使ったハンバーガーを毎月出してるんですけども、今月は春なので今が旬の菜の花をほろ苦い感じのソースができるのですごく美味しいですね。色がやっぱ綺麗に、出るので一気に冷やして、原価率はそうですね、大体30% ぐらいですかね。やっぱりいろいろ物が高くなっているので利益は出しにくくはなってるんで、僕は一人でお店をやってるんで人件費がその分かからないので食材のコストにはかけられるかなと思いますね。チーズを使うと動物性食材になってしまうので、このパウダーを使うとチーズの風味を加えることができて、野菜でなかなか摂ることのできないビタミン B12 を摂ることもできます。オープンは11時半からですね。今日みたいにお客さん少ないときはやっぱ悲しいですねちょっと不安になりますね。じゃあ今日はどうしますか？今日は菜の花チーズのお願いします。もう地元は結構電車で2時間とかのとこなんですけど、今日も本当はそのまま家帰ろうと思ったんですけど、どうしても食べたかったのでわざわざ一駅戻ってきました。友達の紹介で行った時に美味しかったので、1回行ってハマったって感じですね。1年で10回とかのペースです。お肉じゃないんですけど、ひよこ豆でできた何ですかね、お肉ってパティか、もう本当に唯一無二の味なので、それが好きで行ってるまでありますね。本当にキッチンカー出してほしいですね、大学に。頑張ってください。栄養ってところでも完璧なので、例えば最近食べ過ぎたとかなったら、ここに来るだけで罪悪感なくなるっていうのもあるんで、一回食べてほしい。
別に健康興味ないとかでも全然食べる価値あると思います。ぜひ。またね。ありがとう。お久しぶりです。お久しぶりです。あ、常連です。常連です。結構通ってます。ですね。通ってますよね。そうですね。すごいよく来てくれてて、すぐ覚えちゃいました。結構がっつり行きたい感じですか？がっつり行きたいですね。そしたら、まあ、すごいお腹ペコペコだったら、まあ、ダブルチーズとかダブルバーガーとかだとパティが2枚入ってるんですけど、それでももっと食べたいって人はそれにパティ追加したり、もう一つ追加したらトリプルになる。トリプルになりますね。本当ですか？はい。かなり高いバーガーになる。食べ応えはもう半端ないと思います。だいぶがっつり。だいぶがっつりですね。ちょっとそれで。はい。まあ、とりあえずなんか健康にいいっていうところと、しっかりこうなんか食べ応えがあるっていうか、なんかそこにすごいハマりましたね。なんでもうトータル多分20から30ぐらいいってると思いますね。そうですね。出会えてよかったっていうかそんな感じです。ですよね。ありがとうございます。ですよね。大好きなケールを入れてますね。ケールだったり水菜だったりわさび菜だったり、糸島行った時に仕入れたお野菜です。で自家製のドレッシングですね。はい、ちょっとオレンジとかレモンを使って甘酸っぱい感じのドレッシングですね。お待たせしました。ダブルチーズバーガーにパティチーズトッピングです。すごい。めちゃくちゃすごいです、はい、食べ応え相当あると思います。こんな高さになるんです、はい、すごい、はい、がっつりめっちゃ美味しそう、はい、いつも通りに美味しいですこんながっつりでもなんか栄養があるっていうのがまたすごい嬉しいです。マジで、いや、はい、ありがとうございます。じゃあ、また、ありがとうございました。ありがとうございます。Yes, vegan cheese. 海外の方はすごい多いですね。はい。ありがとう。ね、これも自家製のチリビーンズですね。
はい、お待たせしました。チリチーズバーガー。はい、あとスイートポテトフライ。Thank you. Honolulu, Hawaii. Since Monday, so 4 days. His niece got married wedding. 美味しい。ありがとう。 Flavor is good, good texture. I think even the bun. Oh yeah, the bun is good. Bun is good. This is very good. This one's sweet potato. Yeah. Has a smoky roasted flavor. Very nice. 今日来てくれたお客さんは6人だけですね。そうですね、土日とかだともっと全然多くて、2、30人来てくれる時もあるんですけど、平日だとやっぱり10人来ない日も全然ありますね。今日の売り上げは11,100円ですね。お店を運営して昨日でちょうど丸5年でした。でも最初に公庫から1000万借りて、あとは自己資金を500万でしたかね。トータルは1500万になりますね。その返済の計画は一応10年をめどに考えていましたね。家賃は14万3000円ですね。水道光熱費いくらかな。今はもう電気もすごい上がってるんで、全部で合わせて5万ぐらいなんですかね。広告宣伝費は基本的に何もかけてなくて、自分でインスタグラムで発信したり、 Google で口コミくれた方にお礼の返信したりとか、そういった感じで認知度を増やしていけたらなと思ってやってます。毎月は目標は100万円でスタートしました。原価率はそうですね、30から 35% ぐらいですかね。それだとざっくりで100あったら、30万原価、30万が諸経費、人件費も僕一人なので利益になるので、そこも踏まえて40万ですね。100万売り上げたら40万手元にもし残ったらいいなっていうのはありましたね。そうですね、いざスタートしてみて全然数字が違いましたね。もちろんコロナっていうこともあったんですけど、最低の月の売り上げだとでも20万円台とかだったと思いますね。去年とかが一番売り上げが良くて、年々売り上げ上がってってくれて、そうですね、平均して70万ぐらいは行くようにはなりましたね。そうですね、諸々の支払いを払えて、トントンでプラス、少し数万円月残るかなっていう感じですね。自分の給料なんて一度も考えたことないですね。なかった理由はお金が残らなかったのでどうしてもやっぱり自分の懐に入るお金はなかったですね。運転資金がどんどん減ってってるんで、今はもう本当ギリギリ3桁あるかないかっていうそこら辺をずっとうろうろしてる感じですね。このまま売り上げが伸びないのであればお店を閉めざるを得ない状況ですね。そういう状況でも続けてこれたのは、やっぱり来てくれるお客さんが喜んでもらえたり、美味しかったよって言ってくれたり、すごい応援してくれる方もいるので、リピーターの方とかめちゃくちゃ皆さん応援してくれるので、6割ぐらいリピーターなのかなとは思いますけどね。やっぱりリピーターさんがいるっていうのが一番心の支えになりますね。UberEatsが入りました。常連さんですね。48回注文してくださる方です。めちゃくちゃヘビーユーザーの方から、本当こういう人にすごく助けられてます。嬉しい。この人必ずさつまいものフライを頼んでくれます。もうほぼ50回ですね、注文してくれてる方なんで、もういつものメニューって感じですね。いや嬉しいですね。やっぱりね、自然と笑みがこぼれちゃいますね。やっぱり僕のこだわりというのは、できる限りお店で手作りっていうのでやってますので、オリジナルのパティであったり、ひよこ豆を潰して玄米と混ぜて、くるみと混ぜて、他のいろいろな調味料と混ぜて、オリジナルのパティをお店で手作りで時間をかけて作ってますので、マヨネーズも一からお店オリジナル作ってますし、ケチャップもしっかりトマトを煮詰めてうまみを引き出して作ってますし、本当自分のこだわりをしっかり詰めて出来上がったハンバーガーなので、ここはもう間違いなく自信はあるので、本当一度食べてもらいたいです。お待たせしました。明太クリームバーガーと菜の花チーズバーガーです。
そのいつもの売り上げのはい、いらっしゃいませ。おはようございます。やっぱり YouTube 見てお店に来てくれる方がすごく、はい、たくさん来てくれましたね。はい、朝7時から来てずっと準備してって感じでしたね。もう仕込みが本当間に合わなくなってしまったので、はい、その週末とかは普段のそのいつもの売り上げの2倍とかですかね。はい、そのぐらいにはなりましたね。月で言うと3月と4月の売り上げ比べるとですね、だいたい 1.5 倍ですね。3月がイベントとかもあったのでちょっと売り上げは良くて、だいたい80万だったんですけども、それに対して4月は、115万ですね。はい、本当すごくありがたいですね。いや、これは本当今まで始まってもう圧倒的に今までの記録売り上げを上回りましたね。その売り上げも2倍ぐらいになったので、もう必然的に仕込みも2倍になったので、本当すごく嬉しい悲鳴というか、はい、もう本当ありがたかったですね。先月は利益は先月はもうほぼトントンですね。ほぼ一緒っていうか、1万円ぐらいマイナスですね。今までの一番の売り上げですと利益は大体40万近くは出ましたね。はい、はい、本当に大きく変わりましたね。香港から来た方で YouTube 見ましたって教えてくれたんで、海外からで YouTube 見てきましたっていう人は本当初めてだったので、すごい YouTube ってこう世界中に、ね、こう届けることができるんだなってすごく実感しましたし、国内の方でも朝 YouTube 見てどこだった、熊本だったかなから朝見てもう行きたくなってお昼に来てくれたっていう方もいたので、いや本当すごく嬉しいですね。その売り上げが上がったってことは本当すごくありがたくて、こうお店ね本当閉めないといけないかもと思ってた本当切羽詰まった状況からは少し、これからもまだ続けていくことができるかもっていうところがあるんですけども、ラッキーとか思えないので、今でも同じクオリティをしっかり忙しくなってもそこはブレずにやっていかないとまた元通りになってしまうと思うので、そこはすごく気を引き締めてやっていかないといけないなって思うところですね。はい。1台大丈夫ですよ。はい。何回も来てる。そう、私の友達も何回も来てる。一緒。すみません、お待たせしました。どうぞ。私もそうしよう。これもいいですか。はい。ファラフェルですね。まだたくさんあるので。ありますね。まだちょっとあったかい。5400。前なんかいただいた。こんにちは。こんにちは。
激しいな。じゃなかった45回来てると思います、はい、僕ハンバーガーばっかり頼んでるんですけど今日もチーズバーガー食べてると肉だろうって思っちゃうぐらいの味なんで本当はこれ毎日食いたいですありがとうございます。くれて。野菜は新鮮だし、バーガーがね、周りがサクッと、カリッと、お野菜もシャキシャキで、めっちゃ美味しいですよ。美味しかったです。なんか体が喜んでる感じ。脳みそも。
まいちゃん、それコメント。はい、ありがとうございます。ありがとう。今日の売り上げなんですけども、25組来てもらえて売り上げは6万6千円ですね。はい、はい、YouTube 前に比べてかなり伸びてます。はい、ありがとうございます。YouTube をきっかけにすごくたくさんの方に知ってもらえて、お店に、ね、足も運んでもらえて、皆さんすごく喜んでもらえたので、僕もすごく嬉しくて、で売り上げも上向きになっているのでありがたいんですけども、どうなるかわからないっていうのはね、本当正直なところあるんで、しっかりでも、ね、お客様の納得していただける価値のあるものを提供し続ければ、今、ね、一度来てくれたお客様もまた来てくれると思うので、そこはしっかりブレずに、自分のしっかり提供したいもの、お客様を満足できるものを提供して、そうですね、ビジネスとしてもしっかり成立させていきたいというふうに思ってます。お待たせしました。アボカドチーズバーガーに照り焼きソースのトッピングです。